なぜ今わざわざヘッドホンが欲しいのか。純粋に音を聞く道具としてはもう僕にとっては AirPods Pro で事足りてしまってるんですよね。音質もノイズキャンセリングも接続性とかの機能面も含めて。ただそれでもやっぱりヘッドホンが欲しいのは僕の中でファッション的な意味合いがすごく強いからなんですよね。ファッションであれば、その機能性だけではなくて見た目とか、あともっと言うとどんなブランドを聞くかといった思想を含んだ選び方をするはずです。ここ数年のガジェット、テックのハードウェアの部分ですね。そこら辺の市場を見ると技術がだいぶ成熟してきているんだろうなというのをすごく感じます。分かりやすいことで言うとスマートフォンになかなかね革新的な変化みたいなものはそんなに起きてないですし、カメラとか本当にいろんなジャンルが結構ねその難しさに立たされていると思います。そうなると各企業や各ブランドはデザインに投資をし始めますよね。機能で差がつきにくくなってくるのでどうしても見た目にどんどんとねシフトしていくようになります。これは僕は単純にいいことだと思っていて、技術はどこもねもう十分にハイレベルなものを提供している中で見た目で好みを決められるわけですよね。で僕が今回買ったのも一般的にはですねデザインが優れているブランドと評価されることの多いこのナッシングです。僕はかれこれナッシングブランドのファンでして、イヤホンとかスマホとか過去にもいろいろと購入をしてきているんですが、僕が好きなのはナッシングのデザインもそうなんですけど思想なんですよね。ナッシングの製品に使われるこのクリア素材の部分はブランドとしての透明性を表現したものです。テクノロジーの内部も包み隠さずに見せていくというような姿勢ですね。この構造自体をもう製品の特徴、美しさとして出していくっていうところに僕も共感をします。僕がねナッシングが好きなのは過去の動画もぜひね見ていただくとして、そもそもですねヘッドホンが欲しかったんですよ。以前使っていたのはこのバウアース&ウィルキンスのものです。これもね非常に気に入っていました。 1,2 年くらい使っていたんですが、ちょっと手放していろいろとあるわけですよ。 AirPods Max とかねもちろん選択肢に入ってきますし、バング&オルセンのこちらも、結構気になって試聴しに行ったりとかもしてたんですけど、やっぱりそれぞれ値が張るんですよね。いろいろ検討してた中でやっぱり去年一度実物を見たナッシングヘッドホンがやっぱり良かったなというふうに思いました。でこれ製品提供をいただいたんですが、本当に買おうと思ってたんですよ。僕ね出た時からめちゃくちゃ気にはなっていたし似合うだろうなっていう自負もあったんですよ。とはいえ他のヘッドホンもちょっと気になったりしてどうしようかなとずっと悩んでいたんですが、ちらほら街中でこれをつけてる人そんなに多くはないんですけど見かけるようになって、やっぱりかっこいい、そして多分自分は似合うっていうなんとなくのね確信を持って、もう悩んで買おうっていうふうに、あと1日2日後ぐらいに買うだろうなっていうぐらいのタイミングでちょうどナッシングさんからご連絡をいただいたっていうことなんですね。なので念願ですね。もうずっと愛用し続けるんだろうなと思います。定価は 39,800 円になっていますが、これ実は現在 Amazon の新生活セールファイナルの対象になっているので少しお得に手に入れられるんですね。詳細は後ほどお伝えします。今時この価格だとミドルレンジくらいのヘッドホンになっています。ハイクラスだと5万を超えてくるのでね、まだ手に取りやすい価格かなとは思います。そしてこの外の部分ですね、ボックスっていうんですかね、このヘッド周りのユニット、最高じゃないですか。個人的にはナッシングの製品の中でついに完成したような感覚があります。スマートフォンだとどうしても背面しかデザインを凝るって言ってもなかなかね、自由度が高くないと思うんですけど、ヘッドホンになるともうあらゆる角度からブランドを感じることができるんですよ。もう説明も邪魔なほどにもうそのままでかっこいい。アルミの外装に、この透明のアクリルのケースですね。でこの中はカセットテープをモチーフにしています。スペースフューチャー、レトロフューチャーみたいな、数十年前くらいの雰囲気をちょっと匂わせてくるような、昔見た近未来みたいな、そういう楽しさがありますよね。ホワイトとブラック2色あるんですが、僕は圧倒的にホワイト推しです。アクセントにはなるんだけど服装を選ばないギリギリのトーン
で特にこのナッシングに関してはさっき言ったスペースフューチャーみたいな雰囲気がホワイトの方がより強く感じられますね。ホワイトと言いつつ全体的にはライトグレーとかシルバーの方が面積として広いので、よりこうレトロな雰囲気は強いかなというふうに思います。こんな感じ。いや、いいですね。首にかけるとこんな感じ。最高ですね。この価格帯でこのインダストリアルデザインのこう系譜みたいなものを感じられるディエタ・ラムスから、ティーネージエンジニアリングとか、そういった流れまで感じて、今っぽいレトロフューチャーみたいな時代感をすごく拾ったような、そんな雰囲気にすごくね気に入っています。ここまで話して分かる通りで、僕がナッシングヘッドホンを選んだ理由は、そのブランドとか見た目デザインみたいなところが7、8割になっています。じゃあこれは面だけなのかというと全くそんなことはありません。その詳細なスペックに関しては過去に僕はナッシングヘッドホンのレビューを製品の貸し出しという形でしているので、そちらの方で詳細にご紹介しているんですが、これは別に僕のようにサブではなくてメインとしてもしっかりと機能するようなヘッドホンになっています。サウンドは KEF 監修です。この価格帯では大きなアドバンテージですよね。音作りとしてはバランスの良さが特徴だと思います。実際に僕も聞いていて癖を感じない、印象すごいあるなと思いました。低音がどんどん鳴ってくるわけでも、声だけがこう伸びて届いてくるわけでもない、好みをあんまり選ばないようなチューニングだと思います。そしてノイズキャンセリング、外音取り込みも搭載しています。ノイズキャンセリングから外音取り込みに切り替える時に英語とかでの案内ではなくてもう吐息です。っていうそれが大音量で聞けるんですけれども、改めて使ってみて僕はノイズキャンセリングの性能よりも外音取り込みの性能の方がちょっとこう感動する場面が多かったです。つけながらでも全く問題なく声が聞き取れます。そして特に強いのはバッテリーですかね。ナッシングってこうスマホもそうですし、なんならイヤホンとか他のヘッドホンもそうなんですけど、バッテリー持ちがめちゃくちゃすごいんですよ。ノイズキャンセリングなしだと最大80時間で、ありだと35時間持ちます。普通に使っていれば、だいたい1週間くらいは充電が必要ないレベルです。ある種僕にとってファッションアイテムということを考えると、このくらいの充電頻度で済むのはすごくありがたいですね。35時間なんで、例えば飛行機の長時間フライトとかでも、十分に耐えられるようなスペックかなと思います。ヘッドホンってね、イヤホンと比べて長く使っている負担が少ないんですよ。特に僕にとっては耳の穴をこうずっとね詰められるのって結構しんどいんですけど、ヘッドホンなら割と余裕。これが長時間バッテリーを持つっていうのは使い方にかなった性能だなというふうに思います。もう一つ特徴で挙げられるとしたら操作系ですね。この直感性はかなり魅力的です。物理のダイヤルとかを使っているので、このローラーを回して音量調整、長押しでノイズキャンセリングと外音取り込みを切り替え、通常の押し方で再生一時停止とかスキップとか早送りをこのトグルで行えます。この食感もすごく良いです。こうしてヘッドホンをつけた状態で、例えばねタッチセンサーってちょっと使いづらいんですよ。あと同じようなボタンが何個も並んでるのをこう位置関係で探って押すみたいなのもちょっとやりづらいんですよね。操作とかボタンが全て違うので、直感的に音量ならこっちにこうスクロールすれば OK とか、ノイズキャンセリングの切り替えは長押しすれば OK とか、覚えるのも一瞬、間違えることもないっていう、すごく使いやすい操作系になっています。ちなみにマルチポイント接続に対応していて、2台のデバイスに Bluetooth で同時に接続ができます。で、有線でも接続できるので、僕は Bluetooth はスマホに接続していて、動画編集とか、遅延が結構致命的な作業においてパソコンに有線で接続して使ったりしています。で、あとこれあんまり言及されていないかもしれないんですが、締め付けの力がすごくちょうどいいんですよ。ずっとつけていても全然頭がこう押さえつけられている感覚がなくて、頭とか耳周りとかが痛くなりにくいんですよね。最近は結構な時間この状態でいるんですが、もう他のヘッドホンだとちょっと硬かったりだとか、あとこの耳周りがあまりにもこう圧迫しすぎて蒸れる感じが気になったりっていうのがあったんですが、それがありません。あと頭が上から押される、潰される感覚も少ないんですよね。
自分の頭に合っていると言うべきなのか、他のヘッドホン製品と比べて優しく包んでくれるような感覚があります。ちなみに重量は 320g ということで、軽くはないですね。特に BOSE とかソニーのフラッグシップはもう少し軽いので、そこの負担はないんですが、たださっき言った通り長時間をつけていて負担になる項目って重さだけではないので、それら全体を考慮すると僕は全くストレスは感じないですね。で、ヘッドホン1自体は去年の7月8月くらいに発売がされた製品なんですが、最近気になった理由はナッシングから別のヘッドホンが出たからなんです。それがヘッドホン A です。これは廉価版のような形で登場した本当に今年3月先月ですねに出たものなんですが、ヘッドホン A の方が1万円程度安いんですね。あとカラーバリエーションも豊富で、僕は特にねイエローがすごい気になっていたんですよ。実際にスペックを比較するとこんな感じです。定価で言うと1万2000円ほど安いんですが、バッテリーに関してはヘッドホン A の方が 1.5 倍くらい持つんですよね。このナッシングのバッテリーへの探求心は凄まじいですよね。その代わり、一番削られていると言っていいのは製品の質感かなと思います。ヘッドホン A がこのアルミとプラスチックのコンビネーションなのに対してヘッドホン A はオールプラスチックです。なので特にケース部分において質感の違いを感じるかなというふうに思います。で、結局僕がヘッドホン A ではなくて1の方に魅力を感じた理由は、1個はイエローが結構難しいカラーだということです。この目玉焼き色ですよね。かなり可愛くなってしまうので自分が着こなせる自信が全然なくてですね、そうなるとヘッドホン A だとホワイトかなと思ったんですが、ヘッドホン A のホワイトだと1のホワイトの方がすごく僕としてはいいなと思ったんですよね。思想を強く感じられるのはこのヘッドホン1の方ですし、あとアルミとかの素材の質感としてもこちらの方がどうしても勝っているなというふうに思いました。バッテリー持ち全然80時間でも十分なほどですし、音質面でもやっぱり1の方に多少軍配が上がるので、そういった点で僕はこれを気に入りました。というわけでですね、めちゃくちゃ気に入っております。本当に気に入ってますオーディオというよりは僕はもしかしたらファッションアイテムとして気に入っているのかもしれないんですが、ヘッドホンをファッションアイテムとして捉えるのは別に歴史的にもよくある話で、今っぽく独自の姿勢を持った思想を感じさせる、そういったプロダクトになってるかなと思います。1点、これはパラフさんかなが、購入当初に言及されてたんですが、このヘッドのケースの部分ですね、これが特にフラットにして首にかけてるとここが接触するんですよ、このケース同士が。でここね、ここが擦れてアルミがちょっと塗装が剥げるみたいなことを指摘していて、こういうのを防ぐためにクリアケースみたいなものを、完全にサードパーティーで、展開しているものを購入してみました。これをつけると、確かに傷つきようがないですし、クリアケースはナッシング製品とすごく相性がいいので、いいんですけど、なんかねやっぱりアルミの質感とかがどうしても欲しいなと思っちゃうんですよね。なので素材の良さがどうしても損なわれてしまうのは否めないので、結局今は僕はケースをつけずにできるだけフラットにならないように立ててね、首につけたりしています。ちょっとね気を使う場面はありますが、もし気になる方はこういったクリアケースも選択肢に入ります。そんなわけでこのヘッドホン1は現在 Amazon の新生活セールファイナルの対象商品になっています。というかナッシング製品が全体的にセールにかかっているんですよね。このヘッドホン1は 39,800 円から 33,800 円、6000円オフですね。買うならでかいですよね、この値引きは。他のオーディオ製品で言うとイヤーは 5,000 円オフ、イヤー A は 3,000 円で、あとナッシングのサブブランドの CMF の製品もセールの対象になっています。1,000円から3,000円くらいオフになっているので、ぜひぜひこちらも気になった方はチェックしてみてください。そんなわけで、セールでお得にこの僕の本当にお気に入りのこのヘッドホンを検討してみてほしいなというふうに思います。なんか可愛すぎず、いかつすぎず、ガジェットすぎず、ファッションすぎず、なんかすごくちょうどいいバランスなんじゃないかなと思っています。ぜひ皆さんでお揃いにしましょう。ということで、
このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。